2007年3月、韓国、ソウルで、一人の男の人生が音を立てて崩れ落ちた。彼の名は、キム・ジョンス。当時34歳、強盗殺人の容疑をかけられ、そのまま逮捕された。証拠は状況証拠だけだった。しかし裁判所は、有罪を宣告した。刑期は、18年。そして2025年9月12日、ソウル高等裁判所の法廷に、静寂が広がった。裁判長が、ゆっくりと口を開く。被告人を、無罪とする。その瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。支援者たちが立ち上がり、互いに抱き合った。記者たちのカメラが、一斉にシャッターを切った。法廷の外では、彼の姉が膝から崩れ落ちた。やっと終わった。と、ただ繰り返しながら、キム・ジョンスは、その日、何も言わなかった。ただ空を見上げ、深く息を吸い込んだ。18年分の空気を、肺いっぱいに入れるように、彼が服役していた間、世界は変わった。スマートフォンが生まれ、SNS が広がり、人々の暮らしは別物になった。しかし彼の時間だけは、止まったままだった。それでも、彼は止まらなかった。独房の中で、毎晩一枚、絵を描き続けた。紙は、支給された便箋だった。鉛筆は、刑務所の備品だった。道具は貧しくとも、彼の手は動き続けた。怒りの日も、絶望の夜も、希望がかすかに見えた朝も、すべてを、一枚の絵に閉じ込めた。その枚数は、最終的に365枚を超えた。まるで、1年分の日記のように、いや、18年分の魂の記録として、その絵たちが後に法廷へ持ち込まれ、世界の美術館の壁に飾られ、一人の無実の人間の叫びとして再評価されることを、この時点ではまだ誰も知らなかった。彼が絵を描き始めたのは、逮捕から間もない頃、まだ全てが信じられなかった。あの平凡な日々の直後のことだった。2025年の春、ソウルのある国際美術館に、異例の展覧会が開かれた。365枚の絵。いや、それ以上の数、どれも小さなキャンバスに、素朴な線で描かれた作品たちだった。しかしその前に立った人々は、誰もが言葉を失ったという。その絵を描いた男の名は、イ・ジュンソ。1973年、韓国、大田に生まれた、ごく普通の男だった。幼い頃から手先が器用で、スケッチブックを手放さない少年だった。夢はいつか自分の絵で人を感動させること。ただ、それだけだった。大人になった彼は、建設現場で働きながら、週末には地域の子供たちに絵を教えていた。贅沢な暮らしではなかった。けれど、十分に幸せだった。妻のヨンヒとは、23歳の時に出会った。彼女は花屋を営んでいて、いつも花びらの色を見ながら、この色、あなたが描いたら絶対に綺麗になるよ、と笑った。その笑顔が、彼の一番好きな景色だった。二人の間には、やがて息子が生まれた。名前はミンジュン。小さな手で父親のシャツをつかむ。その重さがたまらなく愛しかった。家族3人、小さなアパートで暮らしていた。休日には公園に行き、息子が走り回るのを笑いながら見ていた。夕飯はいつも妻が作り、食卓には決まって白いご飯と温かいスープがあった。それ以上でも、それ以下でもない。ただ、穏やかで、確かな毎日だった。絵を描くことだけが、彼の唯一の贅沢だった。現場から帰ると、疲れた体を引きずりながらも、食卓の隅にスケッチブックを広げた。風景を描いた。息子の寝顔を描いた。妻の横顔を描いた。いつか、展覧会を開きたい。彼はよくそう言っていた。妻は笑って、じゃあ私が花を飾ってあげる、と答えた。その会話が、どれほど眩しい記憶になるか、この時にはまだ知る由もなかった。2007年の秋、その平凡な日々は、突然終わりを告げる一本の電話、そして、玄関を叩く音。彼の人生は、その瞬間から全く別の方向へと動き始めた。2007年の秋、韓国、ソウル近郊の小さな町、その夜、一件の強盗殺人事件が起きた。被害者は、地元で小さな金融業を営む60代の男性だった。自宅で頭部を鈍器で殴られ、現金と通帳が持ち去られていた。
発見されたのは翌朝、近所の住民が異変に気づき、警察に通報した。現場には争った痕跡が残されていた。しかし、直接的な目撃者はいなかった。捜査は難航した。警察は、被害者の周辺人物を洗い始めた。そして、一人の名前が浮かび上がった。イ・ジョンヒョン。当時38歳。彼は被害者と、過去に金銭的なトラブルがあった。数年前、小さな借金の返済をめぐって口論になったことがある。近隣住民の数人が、その場面を目撃していた。あの二人は仲が悪かった。という証言が次々と集まった。それだけだった。それだけのことが彼の運命を決定づけた。警察は彼を任意同行という形で呼び出した。少し話を聞かせてほしい。そう言われた彼は何も疑わずに応じた。自分には何も後ろめたいことがないと信じていたから。しかし、取調室に入った瞬間から空気が変わった。質問は最初から決めつける口調だった。あの夜、どこにいたか、なぜ被害者を恨んでいたか、アリバイを証明できる人間が彼にはいなかった。事件当夜、彼は一人で残業をしていた。同僚は先に帰っていた。監視カメラの映像も決定的なものは残っていなかった。状況証拠だけが静かに積み上げられていった。そして捜査の過程で一本の繊維が見つかった。被害者宅の玄関付近に落ちていたごく小さな布の切れ端。鑑定の結果、彼の作業服と類似していると判断された。類似しているというだけだった。一致ではなかった。しかし捜査官はそれを証拠と呼んだ。逮捕状が出た。朝、玄関を叩く音がした。妻が出た。子供たちはまだ眠っていた。彼はその日、手錠をかけられて家を出た。振り返った瞬間、妻の顔が見えた。泣いていなかった。ただ、信じられないという顔で、彼を見ていた。彼もまた、信じられなかった。これが夢であれば、と思った。しかし冷たい手錠の感触が、現実だと教えていた。逮捕から裁判まで、事態は驚くほど早く進んだ。証拠は状況証拠だけ。しかし裁判所は、有罪を言い渡した。強盗殺人、懲役20年。判決が読み上げられた瞬間、法廷の空気が凍りついた。彼は一言も言えなかった。ただ、正面を見ていた。その目に何が映っていたのか、誰も知らない。次の回では、鉄格子の向こうで彼が選んだ、ある行動についてお話しします。手錠をかけられたまま、彼は警察署に連行された。取調室は狭く、冷たく、窓もなかった。刑事たちは交代で彼に迫った。なぜ逃げたのか、現場近くにいたのはなぜか、証拠はある。彼は否定し続けた。しかし、言葉は聞いてもらえなかった。捜査はすでに結論から始まっていた。逮捕から3日後、彼は正式に起訴された。強盗殺人の容疑。弁護士は国選で初めて会ったのは初公判の前日だった。証拠が少ない。でも、状況が悪い。弁護士はそう言った。それが彼への最初の言葉だった。法廷に立った時、傍聴席には見知らぬ顔が並んでいた。被害者の家族がいた。記者がいた。しかし、彼の味方はほとんどいなかった。検察が提出した証拠は3つだけだった。事件現場から数百メートルの場所に彼がいたという目撃証言。被害者と面識があったという証言。そして、一つの繊維片、衣服から採取されたとされる。わずか数ミリの繊維片、後に、その繊維片の採取手順に問題があったことが判明する。しかし当時、法廷でその疑問を声高に訴える者はいなかった。弁護側の反論は短く、力強さに欠けていた。彼自身は証言台に立ち、やっていない、と繰り返した。声は震えていた。しかし、涙はなかった。泣けば感情的に見える。泣かなければ冷酷に見える。どちらでも、彼にとって不利だった。裁判は、わずか4回の公判で結審した。判決の日、法廷は静まり返っていた。裁判長が主文を読み上げた。被告人を懲役20年に処する。その声が耳に届いた瞬間、彼の頭の中が真っ白になった。隣に座る弁護士が何かを言っていた。しかし、言葉は入ってこなかった。傍聴席のどこかで、誰かが泣いていた。
被害者の家族だったのか、それとも別の誰かだったのか、彼にはわからなかった。ただ、正面の壁を見ていた。何も考えられなかった。感じることもできなかった。護送車に乗せられるとき、外の空気が冷たかった。空は青かった。その青さが恐ろしいほど遠く感じた。鉄格子の向こうで、彼の長い時間が始まろうとしていた。その時間の中で、彼はある選択をする。言葉ではなく、別の何かで、自分の真実を刻み続けることを、棒の扉が閉まった。金属が噛み合う音が、耳の奥に残った。それが、彼の新しい世界の始まりだった。4畳にも満たない空間、薄いマットレス、小さな窓から差し込む、細い光。最初の夜、彼は眠れなかった。目を閉じると、法廷の声が蘇った。判決の言葉が、何度も何度も頭の中を巡った。自分がここにいる理由が、理解できなかった。怒りなのか、悲しみなのか、それさえもわからなかった。ただ、天井を見ていた。2週間が過ぎた頃、彼は変化に気づいた。感情が薄れていくような感覚だった。怒りも涙も少しずつ遠くなっていく。それが最も恐ろしかった。自分が自分でなくなっていく気がした。このままでは消えてしまう。そう感じた夜、彼は棒の隅にあった古い紙切れを手に取った。鉛筆の先を壁に押し付け、線を引いた。何を描くつもりもなかった。ただ、手を動かしたかった。生きていることを確かめたかった。その夜描いたのは、窓の外に見えた小さな空だった。四角く切り取られた灰色の空。雲が一つ端に引っかかっていた。それだけだった。しかし翌朝、その紙を見たとき、何かが変わっていた。自分の目で見たものがそこに残っていた。誰にも消せない自分だけの記録だった。彼は決めた。毎日一枚描こうと。それが日課になった。食事の後、消灯の前、わずかな時間に紙と向き合った。描くものは決まっていなかった。棒の壁のひび割れ、食器の形、夢で見た家の庭、母親の手、幼い頃に歩いた川沿いの道、どれも小さな絵だった。うまくはなかった。しかし、一枚一枚に、その日の自分がいた。絶望した日の線は、震えていた。怒りの日の筆圧は、紙を破りそうなほど強かった。何も感じられなかった日の絵は、ひどく空白が多かった。それでも彼は描き続けた。やめなかった理由は、単純だった。描いている間だけ、時間が自分のものになった。奪われた18年の中で、その瞬間だけは誰も奪えなかった。それが、彼をつなぎ止めた。季節が変わり、年が変わり、紙の束が増えていった。誰にも見せなかった。見せる相手も、いなかった。ただ、積み重ねた。その山が、やがて6000枚を超えた頃、外の世界で静かな動きが始まっていた。外の世界では、静かに動いている人たちがいた。彼が毎晩1枚ずつ絵を描き続けていた。その同じ時間に、名前も知られていない人たちが、真実を追いかけていた。最初に動いたのは、彼の姉だった。弟が逮捕された日から、彼女は諦めなかった。裁判所に通い続けた。書類を書き続けた。窓口で追い返されても、また翌日に来た。周囲からは、もう諦めなさいと言われた。18年の間に、何度そう言われたかわからない。それでも彼女は動き続けた。なぜなら、弟の目を知っていたから。あの目は、嘘をつく人間の目ではなかった。それだけで十分だった。弁護士が関わり始めたのは、収監から9年が過ぎた頃だった。若い弁護士だった。司法試験に合格したばかりで、世間の荒波をまだ知らなかった。だからこそ、恐れずに手を挙げた。ベテランたちが見向きもしなかった案件を、彼女は手に取った。記録を読んだ。何度も読んだ。読むたびに、おかしいと感じた。証拠のつながりが薄すぎた。証言の矛盾があまりにも多かった。彼女は独自に調査を始めた。深夜まで資料を掘り起こした。費用はほとんど自腹だった。それでも止まらなかった。市民団体が加わったのはさらに2年後のことだった。冤罪被害者を支援する小さな組織だった。メンバーは10人にも満たなかった。資金も人員も足りなかった。それでもやると決めた。彼らは街頭に立った。署名を集めた。
マスコミに働きかけた。ほとんど相手にされなかった。それでも続けた。一人が声を上げ、また一人が加わり、輪はゆっくりと広がっていった。収監された男性は、そのことを知らなかった。外の動きは、なかなか内側には届かなかった。ただ、ある日、弁護士からの手紙が届いた。短い手紙だった。あなたのことを信じています。諦めません。その一行を、彼は何度も読んだ。紙が擦り切れるほど、読んだ。その夜、彼は絵を描いた。初めて、誰かの顔を描いた。見たこともない顔だったが、温かかった。信じてくれる人間がいる。その事実が、鉛筆を握る手に力を与えた。外では、真実を掘り起こす作業が続いていた。そしてある日、思いもよらないものが、新たな手がかりとして浮かび上がることになる。それは、彼自身が積み重ねてきたものだった。弁護士からの手紙が届いてから、数週間が過ぎた。ジョンは毎日、その言葉を胸の中で繰り返していた。信じてくれる人間がいる。その事実が、彼の中で静かに、しかし確かに燃え続けていた。外では、弁護士チームが動き始めていた。18年前の事件記録を、一枚一枚掘り起こす作業だった。警察の調書、目撃者の証言、現場に残された痕跡、当時、誰も深く追わなかった細部が、今になって光を当てられていた。そしてある日、決定的なものが見つかった。現場に残されていた遺留品の一部が、保管庫の奥深くに眠っていたのだ。誰も確認しなかった。誰も必要だと思わなかった。その小さな布切れから、DNA 鑑定が行われた。結果は、ジョンウとは一致しなかった。部屋の中で、彼はその報告を聞いた。言葉が出なかった。涙も出なかった。ただ、ゆっくりと目を閉じた。それだけだった。しかしそれだけではなかった。同じ頃、事件当日の目撃者の一人が、再び名乗り出た。18年間、沈黙を守ってきた老人だった。当時、警察の圧力によって証言を変えさせられたと、彼は語った。本当は、現場でジョンを見ていなかった。見たのは、別の男の姿だった。老人は震える声で、それを認めた。良心の重さに、もう耐えられなかったと。そしてもう一つ、誰も予想しなかった証拠が、静かに浮かび上がった。それは、ジョンウ自身が積み重ねてきたものだった。6500枚を超える絵の記録。その中に、弁護士たちは気づいた。特定の夜の絵に、房内の様子が克明に描かれていた。日付、光の角度、食事の内容。それらは、事件に関連する別の証言と、明確に矛盾していた。彼が描き続けたのは、ただ生きるためだった。しかしその絵が今、真実を証明する記録として、法廷の舞台へと引き出されようとしていた。鉛筆一本で刻まれた時間が、18年越しに声を上げ始めた。最新の扉が、ゆっくりと開こうとしていた。最新の扉が、ゆっくりと開こうとしていた。しかし、扉を開けることと、その先へ進むことは、全く別の話だった。弁護団が再審請求を正式に提出したのは、2025年の春のことだった。提出書類の中には、18年分の絵が証拠として添付されていた。法廷は、最初それを証拠として認めることを拒んだ。絵は感情の記録であり、事実の証明にはならない。そう主張したのは、検察側だった。だが弁護団は引き下がらなかった。彼らが注目したのは、特定の一枚だった。事件当夜とされた日の、房内の情景を描いた絵。窓から差し込む光の角度、夕食の配膳の内容、廊下の看守が立っていた位置まで、細部に至るまで記録されていた。そしてその絵と、当時の刑務所の記録簿を照合したとき、ある事実が浮かび上がった。事件が起きたとされる時刻、彼はすでに房内で夕食を終えていた。外部に出ることは、物理的に不可能だったのだ。これは新たな証拠だった。いや、正確には、18年間ずっとそこにあった証拠が、ようやく言葉を持ったのだった。法廷の空気が変わり始めた。検察側は動揺を隠せなかった。そしてさらに、もう一つの事実が明るみに出た。当時の捜査に関わった元刑事が、別の事件で逮捕されていた。証拠の改ざん、虚偽の自白強要。その手口は、
18年前の事件と驚くほど似ていた。調査が進む中で真犯人の存在が浮上した。彼とは全く無関係の人物が複数の物証とともに事件に関与していたことが明らかになったのだ。法廷が静まり返った瞬間があった。裁判長が書類を手に取り、長い沈黙の後、口を開いた。原審判決を破棄する。たった一言だった。だが、その一言が18年という時間の重さをひっくり返した。彼は法廷の席で声を上げることもなく、ただうつむいていた。泣いていたのか、笑っていたのか、それは誰にもわからなかった。ただ、彼の手がかすかに震えていた。無罪、その言葉が空気の中に溶けていくように広がった。18年間、鉛筆一本で時間を刻み続けた男が、ようやく自分の名前を取り戻した瞬間だった。しかしその後、彼を待ち受けていた現実は、想像以上に複雑なものだった。無罪判決から3日後、彼は初めてコンビニエンスストアに一人で立った。何を買えばいいのかわからなかった。棚に並ぶ商品の多さに足が止まった。18年という時間はそういう場所にも確実に刻まれていた。社会は変わっていた。しかし彼の内側はまだあの薄暗い棒の中にいた。国家賠償が認められた。金額は公表されなかった。しかしどれほどの額であっても失われた18年を数字に換算できるはずがなかった。弁護士はそう言った。彼自身もそう思っていた。夜になると目が覚めた。決まった時刻に目が覚めた。刑務所での起床時間と同じ時刻だった。体がまだあの生活を覚えていた。自由な部屋の天井を見上げながら彼はしばらく何も考えられなかった。家族との関係も簡単には戻らなかった。18年という壁は血のつながりさえも遠くしていた。言葉がうまく出てこなかった。抱きしめ方を忘れていた。しかしある日、彼は再び鉛筆を手に取った。紙に向かった。描くべき起こりはもうなかった。描くべき絶望ももうなかった。では何を描くのか。彼はしばらくその問いと向き合った。やがて線が一本引かれた。窓から差し込む朝の光だった。それだけだった。ただ光だった。365枚の絵日記は今も世界各地を巡っている。ソウル、パリ、東京、ニューヨーク、会場を訪れた人々は一枚一枚の前で足を止めた。言葉を失った。ある女性は泣きながらこう言ったという。この絵は叫んでいない。だからもっと怖い。と、彼は今小さな町に住んでいる。毎朝同じ時刻に起き、同じ道を歩く。変わったことがある。歩く速さだ。急がなくていい。誰かにせかされることもない。その事実を彼はまだ毎日確認している。彼が取り戻したのは名前だけではなかった。時間の流れ方そのものを少しずつ学び直している途中だった。無罪は終わりではなかった。それはもう一つの始まりだった。そしてこの物語にもまだ続きがある。無罪判決から2年が経った。彼の絵は今も世界のどこかで誰かに見られている。ニューヨーク、パリ、そして東京。6畳にも満たない独房で生まれた365枚の絵が国際的な美術館の白い壁に静かに並んでいる。訪れた人々は皆同じ場所で足を止めるという。それは無罪が証明された日に描かれた最後の一枚だ。そこには何も描かれていない。ただ白い紙の中央に小さな点が一つあるだけだ。彼はその点についてこう語った。あの日何を書けばいいかわからなかった。長い時間紙を見ていた。そして気づいた。今日の自分はまだここにいる。それだけで十分だと思った。18年間毎晩1枚ずつ描き続けた。それは自分が存在した証を誰かに残したかったからではないかもしれない。ただ明日の朝も目を覚ます理由が欲しかっただけかもしれない。彼の裁判は彼一人の話ではなかった。2026年現在も日本を含む多くの国で
冤罪による長期収監の問題は続いている。無実の人間が証拠の不備によって静かに消えていく現実がある。あなたに一つ問いかけたい。もしあなたが今日から18年間自分の無実を信じてもらえなかったとしたら、それでも明日の朝起き上がれるだろうか。彼の絵はその問いへの一つの答えだ。諦めなかった人間の記録が法律を動かした言葉ではなく、一枚の紙と一本の鉛筆が世界を少しだけ変えた。この物語はフィクションではない。そしてまだ終わっていない。